盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回のテーマは植え替えした松のね芽切りどうするかどう判断するかという、そういうテーマでいこうかと思います。その前にちょっとだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。登録フォームからねメールアドレス登録するだけで結構何日かに1回たくさん届きますんで、そちらでもねYouTube のこの動画を改めて復習するような感じで勉強してもらったらなと思います。ぜひ登録してみてください。で本題に戻ります。植え替えたね松の芽切りどうするかというとこなんですけど、ものによるというかね、植え替えてもめちゃくちゃ元気な子はね芽切りができたりもします。で大体の場合は、芽切りするならするで僕はよく言ってるね早めの芽切りって言って5月中にね強い芽だけを切る、そういう芽切りのパターンなんですけども、今回目の前に置いてるこの黒松、これ4月中に植え替えて今日がこれ5月の初旬ぐらいなんですけども、4月中に植え替えて5月の初旬ぐらいでこの芽の伸びだったらとりあえずこの黒松に関しては芽切りしません。しない方がいいです。でもしね冬に植え替えてたとしたら芽切りどうだろうなと、もうちょっと芽が伸びてたかもしれないですけどね。すごく強い植え替えしてもすごく強い芽が出てたらね芽切りできる場合もあります。ただ植え替えしてたとしたらね全部が強い芽だったらいいんですけど、ちょこちょこ強い芽があるぐらいだったら僕が時々言ってる早めの芽切りっていうので、5月中に長い芽だけ切るみたいなそういう作業になるかなと思います。でここにある黒松は4月中に植え替えて今5月初旬なんですけども、こういう芽の状態、僕の判断からすると小さい芽のうちに入ると思います。これからちょっとはね伸びていくんですけども、そんなに今の時点でこれぐらいの伸びだったらもうあんま伸びないと思います。ほんで枝数芽数もそこそこある木なんでこういう状態だと切らないという判断にはなります。僕が持ったとしたらね、今もありますけど、僕だったらこの黒松は芽切りしません。その芽切りをするかしないかの判断っていうのは難しいは難しいんですけど、植え替えた木は基本的に芽切りはできないなと思って、でそれでも強い芽があったらそれを早めの芽切りをする。強い芽がない場合はもうしない、もう基本しない方がしない場合が多いと思っていてもらって大丈夫です。特にこの木はね古くて芽数が多いんで、なおのことあんまりする必要がないなと。で芽切りこれよく聞くのが芽切りしなかったら葉がすごい伸びるでしょと、だからそういうの嫌なんですって言われる方もおられるんですけども、植え替えしてこの状態だとそんなに葉伸びません。で伸びたところで大したことないというか、そのちょっと葉が長くなるのを嫌がって無理やり芽切りして傷むとか枯れる方が絶対嫌だと思うんで、それだったらねとりあえず植え替えた年ぐらいは、葉っぱ伸びたっていいじゃないですかと、それぐらいの気持ちで、もう迷ったらもう植え替えた年は芽切りしないと、そんな感じで思っていてもらって大丈夫です。それこそ植え替えてたらね少々芽が強くてもね芽切りしなくてもそんなには荒れないと思います。それこそその10月以降ぐらいのね枝抜きというか剪定作業でどうにか挽回できますんで、だからそんな焦らずに芽切りは絶対しないといけないものみたいに思わずに危ない場合は芽切りしない、そういうふうにしっかり考えてもらった方が枯れないかなと思います。無理すると枯れる作業なんで本当芽切りはね気をつけてください。本日は以上です。
盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。